どうも、てなんです。今回ちょっと夜中に撮影してるんですけど、っていうのも僕先ほどまでタックーさんと飲みに行ってまして、ご存知の方も多いと思うんですけど、同じ福岡在住 YouTuber の方ですね。一応概要欄の方にチャンネルのリンクを貼っておきますので、もしまだご存知ないよって方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ、めちゃくちゃ面白いので。まあまあいい量のお酒も飲んで帰ってきたので、今回は最後の締めというか、お夜食になります。で、こういう時食べたくなるのがあれですよね。豚汁ですよね。というわけでこれから豚汁を作っていこうと思います。それではですね、早速今日も作っていきましょう。というわけでこちらが今回の豚汁の具材のお野菜たちですね。こちらから大根、人参、ごぼう、里芋で生姜。やっぱ豚汁といえばこのね、根菜たちですよね。まあこんにゃくは買い忘れたんですけどね。ではまずこのお野菜たちの準備と参ります。これが俗に言う六方向きってやつですね。あとは食べやすい大きさにカットして、続きましてこの大根なんですけど、あらかじめもう皮は剥いてあります。ピーラーで。さすがに酔っ払ってかつらむきをする自信はなかったです。指が落ちそう。明太マヨをつけたい。で、続いての人参ももう皮ごと使っていきましょうか。で、もちろんヘタ周りも限界まで。明太マヨをつけたい。よっしゃ、では行きますか。で、ちなみに今回のごぼうの下書きは食感を残したかったので、あえてちょっと太めというか大きめの下書きにしてあります。明太マヨでもダメ。やっぱ生のごぼうはアクが強いね。で、続きまして豚汁には欠かせないこの豚バラ肉ですね。いやー、脂身が美しいね。で、今回の豚バラ肉結構脂身の部分が多いような気がするんですけど、個人的に豚バラ肉を選ぶときは脂身の量じゃなくて、こういう風に脂身のサシが細かいっていうのかな、こういったものを選ぶように僕はしてます。じゃあこの豚バラ肉は食べやすい大きさにカットして、さすがに食べないよね。豚肉は怖すぎる。で、こっちが大根の皮とか葉っぱのとこですね。で、今回この2つは捨てるのももったいないので、パパッとお漬物かなんかにしちゃいましょうか。ただこの大根の皮が特にそうなんですけど、ちょっと青臭いというか、そのままつけるわけにはいかないので、ちょっと強めに塩を打って手でもみしだく。で、この時菜箸とかじゃなくて手を使った方がよりよく仕上がるような気がします。感覚の問題ですけど。で、今これで 2,3 分ほどもみしだいたんですけど、たった 2,3 分でこんな感じで大根の皮と茎から水が出ますんで、さっと水でお塩を流して、で余分な水ギュッと絞って、あとは塩昆布と、で浅漬けの素と、あとは殿下の方と刻みわさび、あとはこれを上下をたまに返しながら 1,2 時間ぐらいですかね、冷蔵庫で
というわけで全ての食材の下ごしらえが終了ですね。頑張れ僕の肝機能。んで今回の豚汁の作り方なんですけど、一般的な作り方ってこう豚肉とか野菜とかを炒めた後に煮込むっていう作り方やと思うんですね。ただ今回は炒めずに作ろうかと思います。っていうのが、特に野菜なんですけど、水から煮込む場合とお湯から煮込む場合と炒めてから煮込む場合ってこの3パターンで比較すると、それぞれの野菜の甘みとかの出方で言うとだいたいこんな感じなんですよね。水から煮込んだ方が一番野菜の甘みとかが出やすいんですよね、煮汁に。ただその代わり炒めてから作った場合だとメイラード反応っていうのがあって、俗に言う焼き目のことなんですけど、この焼き目がつくことで人間が本能的に美味しいって感じるんですよね。だから炒めてから作った場合だとこのメイラード反応でより美味しさを感じるんですけど、今回は根菜類の野菜と豚肉本来のこううまさとか甘みとかそういったものを楽しみたいので、今回は炒めてからではなく純粋に煮込む感じで作っていこうと思います。ただ普通に煮込むって言ってもいきなり煮込み始めるんではなくて、まずは下茹でからしていきます。というわけでこれから下茹でのお時間です。沸騰したお湯に野菜を加えて、生姜以外の野菜を 2,3 分ほど湯通しですね。この一手間でアクがちょっと抜けるっていうのと、あと野菜の細胞がちょっと壊れますんで、この後煮込んでいく時に野菜の甘みが出やすくなりますね。ほら結構アク出てくるでしょ。 2,3 分茹でたら一度これをざるにとって野菜の下準備完了で、このお湯がもったいないんでこのお湯で一緒に豚肉も下茹でしていきましょうか。なんか水道代とガス代がもったいないですもんね。ちなみにこれは豚肉のアク抜きと、あと油を落とすためにやってます。でこちらも 2,3 分ほど湯がいたらざるにあげて、豚肉の下準備完了。そしたら冷たいお水をひたひた程度ぐらいまで入れて、ちなみに今回はお出汁は使わずにいきます。っていうのが今回この根菜類の野菜系のグルタミン酸と、あとこの豚肉の動物性のイノシン酸でも十分出汁は出るので、あとお味噌にも旨味成分がありますんで、ここにさらに出汁を売っちゃうとなんというか旨味成分が渋滞しちゃうんですよね。あまりにも旨味成分が多すぎると逆にそれ苦味とかえぐみを出しちゃうので、もう今日はお水でいきます。何より出汁取るのがめんどくさいし。沸騰してきたら弱火にしてアクを取りながら、このまま10分ほどコト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 。やばい、忘れてた。この段階でちょっとお味噌。お味噌って火にかけすぎると風味とか飛んじゃうんですけど、これをあくまで野菜に染み込ませるためのお味噌ですね。最後にもう一回お味噌入れ直します。 OK。 いやてかね、今日めっちゃ面白かったんですよ、タックーさんとの飲み会が。また飲みに行きたいな。てか最近タックーさんしかり金子さんしかり、なんか一緒に飲みに行ける方が最近増えてきて、友達ができてきた。こんな引きこもりコミュ障のタニヤンにもだな。来年の目標は友達100人作ることやな。もうだいぶ大根とかも透明感が出てきましたね。そしたらここに豚肉戻して、で生姜も加えて、じゃああとはこの豚肉の脂を野菜に吸わせるようにしてだいたい5分くらい。てかやば、具多すぎた。煮込み終わったら火を止めて仕上げの味噌を溶かせばひとまず完成。でも僕はここに仕上げにごま油をかけて、あと長ネギと一味を添えて豚汁完成。あとお漬物、あとはしれっとご飯添えて、これでおしまい。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。豚汁定食、なんかあれですね、深夜食堂みたいですね。では早速食べていきましょうか。いただきます。ダメだね、なんかもう締める気がないよね。でもここに来てもビールはうまいわ。よっしゃ食べていこう。
はい、毎度恒例のやついきます。見たらわかるうまいやつやん、これ。はあ、うまっ。もうね、びっくりするぐらい甘いっすもんね。もう砂糖入っとんちゃうかと思うぐらい、ほんと甘い。多分これが大根とか人参の甘さなんでしょうね。うわ、大根甘っ。で、豚肉が柔らかい。いや、ほんと酔っ払った体にはこの豚汁が染みるよね。で、里芋が恐ろしくうまい。いやー、最高の締めだわ。炒めて作る場合のメイラード反応の直線的なうまさっていうわけではなくて、なんていうかな、この根菜の甘さが下から湧き出てくるようなうまさ。だから、うわ、うまっていう感じじゃなくて、わー、うまーっていう感じ。全然意味わからんね。まあでもそんな感じ。で、やっぱごま油が入ると、やっぱあれですね。香りがいいですね。深夜5時に食べる豚汁はもう格別ですよね。まあ、ただちょっと思ったのが、今回野菜の甘みとか結構しっかりと出てるので、今回使ったのは福岡というか九州の米と麦の合わせ味噌なんですよ。これでも十分美味しいんですけど、八丁味噌とか赤味噌とか塩分の強い味噌を使っても美味しかったかなって感じはやっぱありますね。まあこれはもう好みの問題ですけどね。次作るときは八丁味噌かな。あかん、一味入れすぎた。いやでもやっぱ豚汁うまいね。でもあれですよね、こんだけ具が多いともうおかずいらないっすよね。ご飯とこの豚汁だけでもう立派な夕食。じゃあここら辺で一度お漬物いきましょうか。やっぱ漬物うまっ。やっぱこれは安定してうまいね。大根の皮の方はもう繊維が強い部分やからもう歯応えがもうバリバリなんですよね。で、茎のとこはもうジャッキジャキでしょ。で、この昆布の旨味と刻みわさびの辛みがもうはぁはぁ。で、どうしようかな。もうこれぐらいからもうちょっとお酒を変えようかな。よいしょ。こっからは焼酎の水割りにしましょうか。本日の焼酎は蘇州ですね。香ばしくキリッとうまいね。今回甘みに仕上がったこの豚汁とも相性いいね。いやー、最高の締めだわ。いや、てかまずいな。普通に酔っ払ってきたな。なんかごめんなさいね、今日こんなゆるい感じで。まあでもたまにはこんなんもいいかなって感じですよね。っていうことでラスト1杯になっちゃいましたね。もうこれで終わるかと思うとなんか名残惜しいですね。で、最後の最後になんかさらに罪深きもので終わろうかなと思います。生卵ポロンからの醤油ビア。真夜中の TKG。シンプルにうまい。じゃあではここでラストスパートと参りましょうか。じゃあラストスパート。そうした。いやー、うまかったね。僕の中でいい感じに締まりましたね。でもってもう眠い。この後はもうお風呂入ってバタン切るですね。
で、次回の動画なんですけど、今日というか昨日、ついにあの食材が我が家にやってきましたので、次回はちょっと特別な動画になります。はい、了解です。きっと次回もすごく美味しいものが出来上がると思いますんで、こうご期待ということで。というわけで、今回の動画はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。